どうも皆さんこんにちは。繁盛株式会社の木野です。本日は社会人としての必須スキル Excel でのピボットテーブルの作成方法をご紹介させていただきたいと思います。では今回はこちらの営業部門でよく見るような営業受注件数の表をピボットテーブルにしていきたいと思います。挿入タブの中のピボットテーブルを選択しましょう。そしてピボットテーブルにしたい範囲を選択しましょう。ピボットテーブルの作成先は今回は新規ワークシートを選択し OK をクリックします。はい、左側には説明文が出てきて、右側にはピボットテーブルのフィールドというものが出てきました。このフィールド名の項目をその下にあるフィルターや列、行、値などに振り分けていくことでピボットテーブルを作成します。ではまず月日を行に持っていきましょう。テーブルのカスタマイズは自由に行えることがピボットテーブルのメリットですが、月日は行にしていただくのがおすすめです。では佐藤さんから順番に営業担当を値に持っていきましょう。はい、もうそれらしい感じになってきましたね。では残っている種別を月日と同じ行に持っていきましょう。はい、これで先ほどの表からピボットテーブルを作成することができました。日付の横のプラスマイナスを押していただければ種別の表示のオンオフの切り替えも行えます。では最後にデザインタブから見た目も変えてみましょう。はい、これでピボットテーブルの完成です。本日はご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは弊社で制作した映像や仕事の様子を撮影した動画、コンテンツ制作に役立つ知識などをご紹介させていただきますので、皆様ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。